第1部では北緯33度32分のデーライン上に並ぶオーボを手がかりに太陽、巨石、そして山の高みとの関係を追ってきました。そして今回、その最西端に位置する4つ目のオーボへ。銅鏡40枚が出土した地にもかかわらず、その本当の意味には未だ十分に光が当てられない場所。現在の糸島に残る平原遺跡。その核心へと迫ります。弥生時代中期から後期、この地域では海面が現在よりもおよそ1メートルから3メートルほど高かったとされています。そのため糸島一帯の海岸線は今よりも内陸側へと入り込み、入り江や水路がつながる運河のような地形をしていました。外海の荒波を避け、船を砂浜へと引き上げやすい波穏やかな浦、そこは三雲岩原遺跡、そして平原遺跡へとつながる交易の要衝でもありました。人と物が行き交う海の玄関口だったのです。そして海からこの地を望むと神ナビの山茅山が姿を現します。この地を目指す者たちにとってそれは確かなランドマークだったはずです。平原遺跡は福岡県糸島市に位置する弥生時代後期の遺跡です。ここでは一つの墓から出土した銅鏡の数としては日本最多とされる40面の銅鏡が見つかっています。そのうちの一面、直径 46.5 センチメートルの内甲家紋鏡は日本最大の銅鏡とされています。この頃、北部九州の一部では銅鉾などの祭祀からより強く太陽の輝きを帯びた銅鏡を中心とする祭祀へと大きな転換が起きていたように見えます。また副葬品には武器がほとんど見られません。その一方でネックレスやイヤリングなど装身具が多くを占めています。こうしたことから被葬者は女性であった可能性が指摘されています。しかしこの遺跡にはなお多くの謎が残されています。これまで見てきたオーボとは異なり、出土した銅鏡の多くは意図的に割られた破砕鏡でした。さらに1号周口墓の東側には直径およそ60センチにも及ぶ大きな柱の痕跡が確認されています。なぜ鏡は砕かれたのか、なぜここに柱が建てられたのか、この謎に挑んだのが考古学者原田大六氏です。原田氏は山の高みと太陽の動きに着目し、平原農事歴という仮説を提示しました。そして今回その視点を受け継ぎながらフィールドワークとシミュレーションを重ね、古代人の心と眼差しにもう一歩近づいていきます。これまで見てきたオーボでは明確な柱の痕跡は確認されていません。そのため祭祀が行われた中心もおおよそこの辺りではないか、そう推定しながら検証を進めてきました。しかし平原遺跡は違います。1号鳥居の中央に据えられた石、そこから伸びる線は2号鳥居の間を抜け続く1号墓へと向かいます。そして墓の中央に据えられた4本の柱、その中心を貫きさらに奥の大柱へとつながっていきます。まるで一つの糸に導かれたかのようにすべてが整然と並んでいる。ここに示されているのはこの遺跡において最も重要な方角を指し示す軸線です。現代の私たちの感覚からすれば、この軸線を中心に左右対称に配置したくなるところです。しかしこの遺構に現れた秩序はどうもそれとは異なります。大柱へとまっすぐにつながる軸線、その左側に寄り添うように木棺墓が配置されています。さらに木棺墓を収める四角い彫り込みも周口墓の中央ではなく左上寄りに据えられています。中心を揃えるのではなく、あえて左、そして左上に重きを置く配置。そこから彼ら独自の空間秩序が浮かび上がってきます。ここでは多くの鏡が
意図的に破砕されています。しかし、被走者の左上、同時にこの周口母全体の中心にあたる場所から出土した英区鏡郡の大型内向家紋鏡、この2面は割られていなかった可能性が高いとみられます。それらは砕かれることなく、静かに被走者の傍らに置かれていました。この事実が示しているのは、2面の鏡が他とは異なる特別な意味を担っていた可能性です。私はこの地点こそが祭祀の中心として意識されていたのではないかと考えました。では、この中心点を基準に柱の配置を検証していきます。まず最も大きな柱、大柱から見ていきます。祭祀の中心点に立ち、大柱の先、東の空を見据えます。この方角から太陽が昇るのは、収穫した稲を天照大神に捧げる神嘗祭、そして五穀豊穣を祈る記念祭が行われる頃です。太陽は日向峠、さらにその先にある油山の国見岩の方角から姿を現します。この方角については原田大六氏もすでに日向峠との関係に注目し、宮崎の日向との類似を論じていました。しかし私にはむしろその先にある国見岩を強く指し示しているように見えます。そこはいくつもの国を見渡すことのできる国見の地。この場所については後ほど改めて見ていきます。では反対の西へたどります。中心点を挟んだ延長線上には大柱2が位置しています。この方角へ太陽が沈むのは4月15日、そして8月27日の前後。その先に見えるのは白木にまつわる万葉歌にも読まれた船越の綿積神社。そしてさらに海の向こうには姫島が浮かんでいます。ここに浮かび上がるのはそれぞれの方角に託された人々の祈りと思いです。東には稲の実りへの感謝と豊穣への祈り、そして西には海の彼方、大陸とのつながり。次に西側に位置するもう一つの柱、大柱1を見ていきます。祭祀の中心点に立ち、大柱1の先、西の空を見据えます。この方角へ太陽が沈むのは夏至6月21日前後。茅山、茅神社の夫婦はさらに芥屋の大戸へと連なる方角です。神ナビの山、その頂に太陽の光が重なる光景は感動的なものです。では反対の東へたどります。大柱1から祭祀の中心点を通り、さらに1号住居跡の中央を貫くライン。その先は当時12月22日前後の日の出の方角にあたります。そこには三雲南障子、白木神社、そして大丸が位置しています。こうして見えてくるのは、大柱1もまた夏至と冬至を捉えていた可能性。そして冬至の朝日が昇る方角には三雲南障子大母がある。それはこの遺跡が太陽の動きを介して平原遺跡と結びついていた可能性です。中心点から南西を見ると一本の独立柱が立っています。この独立柱の方角へ太陽が沈むのは冬至12月22日前後。その先には太田神社、そしてトンボ山が位置しています。太田神社の本殿の背後で巨石を見つけた時の驚きは今も強く心に残っています。さらにトンボ山にも男性的な力強さを感じさせるたくましい巨石が存在しています。では反対の北東へたどります。独立柱から祭祀の中心点を通り、さらに視線を伸ばすと、そこは夏至6月21日前後の日の出の方角にあたります。その先には染明神社、
そして糸状跡周辺の巨石群、さらに遠く久山の伊野天商工大神宮へとラインは連なっていきます。こうして見ていくと、この独立柱もまた当時の日没と夏至の日の出、太陽の運行における2つの大きな節目を捉えていた可能性が見えてきました。平原遺跡には鳥居と考えられる構造があります。これまで柱については中心点との関係から見てきましたが、鳥居は2本の柱の中央に立った時、どこを指し示すのか、その方角を基準に検証していきます。まず1号鳥居の中央に立ち、東の空を見据えます。その視線は木棺墓の左側に並ぶ柱群を抜け、大柱が指し示す方角へと重なっていきます。この最も重要な軸線は、中心点から大柱を望むラインとはわずかなズレがあるものの、神嘗祭、そして記念祭の頃、日向峠、油山、さらに国見岩の方角から昇る太陽を捉えているように見えます。では西側はどうでしょうか。いくつかの神社や古墳は確認できるものの、東側ほど明確な象徴性は見出せません。こうして浮かび上がるのは、この1号鳥居、同時に最も重要な軸線は大柱の方角から昇る太陽を捉えるための視線の基準として設けられていた可能性です。2号鳥居はほぼ真東と真西を向いています。このことから春分と秋分の太陽の動きを示していたと考えられます。まず東側を見てみると、その先にあるのは高知山。そこは飯盛山と高須山の分岐点。さらにその延長線は国緯33度32分に位置する飯盛山、そして宝満山へとつながっていきます。では西側はどうか。その先には高岳神社、城山、そして箱島が位置しています。高岳神社の背後の城山には数多くの巨石が残されています。その光景に出会った時、思わず息を飲みました。そして箱島、そこにはどこか人の手による意図を感じさせる景観があります。しかし真西の方角に箱島が位置しているという事実は見逃すことができません。こうして見えてくるのは、この2号鳥居が春分と秋分の太陽を捉え、真東と真西の軸を示すために据えられていた可能性です。3号鳥居は真北と真南を結ぶ軸線上にはありません。その中央に立ち、南を望むと視線の先に現れるのは、雨をもたらす雷の山、雷山。しかしそこに明確な意図を見出すことはできませんでした。ところがシミュレーションによる観察を重ねるうちに、別の可能性が浮かび上がります。太陽が3号鳥居の中央に重なる時刻が午後0時54分であることに気づいたのです。その時刻に注目した時、一つの考えが浮かびました。古代中国には経氷と呼ばれる観測装置がありました。太陽の南中時の影を測り、季節や暦を捉えるための装置です。もしかするとこの3号鳥居は特定の方角を示すためではなく、太陽が南の空を通過する時刻を捉える一種の観測装置だったのではないか。方角ではなく時を測るための構造。私はそう考えています。平原遺跡の大柱と鳥居から見えてきたもの、それは農事の節目、春分と秋分、夏至と冬至、太陽の運行が指し示す山の高みや巨石を手がかりに、この空間における祭祀の中心地点を見出していた可能性です。さらに3号鳥居が捉えていたのは時そのものだったのかもしれません。平原遺跡から出土した銅鏡は40面。その内訳は内向家紋鏡が7面、七紋鏡が1面、そして大半を占める32面の方角菊鏡です。
私はこの方角菊鏡こそが平原遺跡を読み解く鍵になると考えています。アナロジーの視点から見てみると、内向家紋鏡は太陽、そして方角菊鏡は方位を示すコンパスであり地図であり、古代人の世界観を表していた。姫路の古代経典時間を訪れた時、一つの着想を得ました。平原の人々は伊都国の地形とその空間を用いて方角菊鏡の世界観を現実の景観の中に再現しようとしたのではないか。そう考えた時、この地に広がる景観そのものが一つの暦として立ち上がってきます。太陽の動き、山の高み、そしてそれが宿る巨石、それらを重ね合わせることで稲作の営みと結びついた農耕祭祀の暦がこの地に構築されたと考えています。太陽の運行を読み、山の高みを見定め、祭祀の中心となる場所に柱を立てた人。その営みは人々の記憶の中で高みと高みを結び、天と地をつなぐ神の姿へと重ねられていった。そして古事記では高み結びの神として語り継がれたのかもしれません。多くの方にはこじつけのように映ると思います。確かに私の見立てには見誤りや思い込みもあるでしょう。それでも偶然では片付けきれない何かがあります。縄文時代に行われていたストーンサークルでの祭祀。その神秘的な光景を最も鮮明に体感できたのはごく限られた人々だったのかもしれません。やがて祭祀の舞台はより多くの人々が関わり、感動を共有する信仰へと広がっていきます。そこに巫女による祈りと銅鏡の輝きが重なり、より強い感動を生み出す空間へと変わっていったのではないでしょうか。しかし、平原遺跡の周口墓は狭く、祭祀を行う空間としては明らかな制約がありました。この制約がやがて形を変えていきます。人々が集い儀礼を行う場として墳丘の前方部が大きく張り出し、祭祀の空間は次第に拡張されていく。それが前方後方墳、そして前方後円墳へとつながっていったのではないか。さらに低く遠くからは見えにくいという制約もより高くより遠くからも望むことができ、より多くの人々が関わることのできる墳丘へ。出雲、吉備、谷葉に見られる高台に築かれた墳丘墓。それは平原遺跡に内在していた制約を乗り越えた一つの到達点だったのではないか。私はそのように考えています。平原遺跡では暦との対応が見えてきました。ではこの思想は第一部の応募にもあったのか。振り返ります。義武高木、遺跡の中心に立ち、北東から360度視線を巡らせます。まず日の出の方角です。夏至は鉾立山、春分秋分は霊峰宝満山、神嘗祭は道南環状岩、片縄山、妙見花。そのラインに沿うように太陽が姿を現します。新嘗祭は国見岩から、そして冬至は油山の方角から昇ってきます。では日の入りの方角です。冬至は雷山へ、新嘗祭は大丸山へ、神嘗祭は伊都国の太田神社、そしてその先の帯石へと沈んでいきます。春分秋分は飯盛山へ、そして夏至は加納岳の中腹に眠る不動岩へと沈んでいくのです。次にすぐ岡本遺跡を見てみます。まず日の出の方角。夏至は伊野山、春分秋分は霊峰宝満山、神嘗祭は岩屋山、立春立冬は戸上岳兜石、新嘗祭は宮地岳から、冬至は道南誕生岩の方角から昇ってきます。
そして日の入りの方角です。当時は片縄山、新滑祭は片縄山の中腹へ、立春立冬は油山の夫婦岩から、神滑祭は妙見山へと沈みます。春分秋分は飯盛山へ、そして夏至は鴻巣山あたりか北崎山所神社へと沈んでいくのです。続いて三雲岩原遺跡です。日の出の方角、夏至は高須山、旧神滑祭の頃は河内山、そして吉武高木遺跡の方角から、春分秋分は飯盛山、そして宝満山、神滑祭は油山、新滑祭は大丸から、そして冬至は白木神社の方角から登ってきます。日の入りの方角、冬至は目岳、新滑祭は二条岳へ、神滑祭は当時の海岸線と思われる二条原北へと沈んでいきます。春分秋分は壱岐山町静古墳、そして柏島へ、旧神滑祭の頃は高岳神社へ、そして夏至は平原の方角、茅山芥屋の大とのラインで沈んでいくのです。平原遺跡をおさらいします。夏至は染井神社、そして糸城跡、立夏と立秋には鉾立山の方角の高須東谷、春分秋分は河内山、その先飯盛山、宝満山のライン、記念祭と神滑祭は日向峠国見岩、新滑祭はさざれ石神社、そして当時は三雲南障子王母白木神社の方角から登ってきます。次に日の入り、当時は太田神社とんぼ山へ、新滑祭は鼓石へ、神滑祭は上石へ、春分秋分は高岳神社城山箱島へ、旧神滑祭には立石崎鷲の首呼子田島神社のライン、立夏と立秋には立石山へ、そして夏至は茅山芥屋の大戸へと沈んでいくのです。神滑祭、そして記念祭の頃、平原遺跡の大柱が指し示す先にあるのは油山の国見岩です。現在は木に覆われていますが、そこからは南国の広い領域、そして後に沖ノ島祭祀へとつながっていく宗像の地まで一望することができます。さらにそのまま太陽の昇る方角にたどっていくと、やがて宝満山が神ナビの山として姿を現す唯一の地点、太宰府高尾付近へと至ります。平原遺跡からおよそ100年後に記された魏志倭人伝には、伊都国は女王国に属していたと記されています。もしこの関係がこの時代からすでに存在していたのだとすれば、稲を収穫し、その恵みに最大の感謝を捧げるその先、伊都国の人々が見つめる太陽のその先にあったのは女王国だったのではないか。そうした視点でこの地域を捉え直すと、これまで教えられてきた歴史観は大きく揺らぎ始めます。以上が2026年7月時点での調査報告であり、現時点での到達点です。明快な答えを示すことはできません。しかし、その後古墳時代以降、どれほど多くの渡来系の人々や文化が加わっていったとしても、揺らぐことなく受け継がれていったものがありました。自然を敬い、祖霊を祀る心です。その思考は縄文時代に育まれたものだったと言いたくなるところですが、はっきりと示すことはまだできません。稲作農耕は食料の安定をもたらし、人口を増やしました。その一方で、かつての平等性は失われ、争いは増えていったように見えます。大陸からもたらされた文化はきっと魅力的だったはずです。けれど、自分たちの感覚に合わないものまでそのまま受け入れたわけではなかった。負に落ちないものは
自分たちなりに解釈し、自分たちの形へと作り変えていった。そのように見えてきます。そこには自然とそれを敬うアニミズム的な神聖と、集団で計画的に営まれる農耕社会という一見相反するものが同居していました。矛盾を抱えながらも、それを無理に一つへまとめきらない。曖昧なまま受け入れ、バランスを取り、自分たちの社会として形作っていく。そう考えると、河合駿氏が示した曖昧の知という視点の深さに改めて驚かされます。私たちは白黒をつけないことにもっと自信を持った方が良さそうです。曖昧であることは弱さではなく、違いを抱えたまま共にあるための知恵。信仰も人の心も融和していく、そんな希望を私は見てみたいのです。長時間ご覧いただきありがとうございました。今回私はいくつもの夫婦岩と出会いました。最初はこれは引用思想なのだろうと思っていました。しかし古代の人々は一つだけでは完結しない。けれど二つが揃った時、そこに初めて調和の取れた世界が立ち上がる。そんな1とは違う単位が存在していたのではないかと思うようになったのです。二つ揃って一つ、揃っていなければ片割れ。そしてその2つは必ずしも均等でなくていい。大きさが違ってもいい。離れていてもいい。足りないものを補い合い、片方が弱ればもう片方が支える。その間には目には見えないけれど心で感じ取ることのできる間があります。夫婦岩とはただ男女を模したものではない。支え合いながら調和の取れた社会を築いていくこと。それらを教えるための古代のシンボルだったのだと私は気づいたのです。